ちょっと前にツイッターだったのが、税金めちゃくちゃ高い割に俺は税の恩恵なんか全く受けてないって怒っている編集の人がいたらしいんですよ。税金の恩恵全く受けてないんですね。ということは道路を使わないで弊社に来たようですけど、どうやって来たんですかっていうのを聞いたら怒られたっていうのがあって、税金というのは例えばじゃあ政治家いらないよみたいな書き込みあったと思うんですけど、であれもやっぱりその政治家が予算を決めることによって公務員だったり工事だったり護岸工事だったりとか震災の復興だったりとか防衛費として自衛隊だったりとかっていうやっぱ様々なお金があることで、それが動くことで日本の普通の人たちというのは民間でまともに事業ができるんですよ。政府なくなりました、警察一切いませんでしたって言ったらもうヒャッハーって感じで暴力が勝つよねっていう時代になっちゃうんですよ。でもそうならないのはあくまで政府というところが治安維持というのにお金を使ってますとか、学校とかでも小学校というのの本当は学校の先生の給料とか校舎とかの費用というのをちゃんと払おうとすると、私立の高校とか中学とかでも助成金入ってるんですけど、あれ助成金抜いたら年間300万ぐらいは必要になると思うんですよね、生徒1人当たり。でもこれが国が税金を出してるから、じゃあ教育というのはほぼお金を払わないと受けられますよねみたいなので、いろんな恩恵というのを日本国民である限り受けているんですよ。でただこれを知らない気づかないという人がいるんですよ。自分は恩恵を受けていて、道路というのは自然に治ると思ってて、道路工事をする人がいて、道路工事の人に給料を払うというのもわからない人たちっていうのがいて、これの大きな問題というのがアメリカで起きている、有名大学も研究者もいなくてもいいよねっていうのが多数派の国になっちゃったアメリカっていう。ハーバード大学の留学生とか別にいらないんじゃねみたいな、研究室によっては半数以上の人が留学生だったりで、別になんか留学生は研究するわけじゃないよねみたいなことを思うんですけど、大学院の院生って有名教授の研究とかでも院生が足回りを当てたりするんですよ。試験管でいろんな薬品を入れて全部混ぜて、それがちょっとずつ変化しているかどうかみたいな現実的な実験に関していくと、結構大学院生が体力とかでやってたりするんですよ。有名な大学の先生がやっとけよって指示をして成立するわけで、有名な大学の先生が一人で自分でいちいちやってるわけじゃないんですよっていう感じで、大学院生のリソースで大きな研究成果が出せて、ワンチャンノーベル賞ですよねとか、いろいろなインターネットの技術とかも大学発のいろんなものとかあったりするんですけど、人工知能みたいなのも大学発でできたものもあったりするんでっていうところもやっぱりそのいろんな人の研究者の集大成なんですよ。でその研究者の集大成の中には留学生というのも含まれるんですよね。ところがどこへハーバード大学はもう留学生にビザ出しませんっていうので1日出しませんになったんですけど、裁判所の方が命令停止みたいにして今裁判をアメリカ政府と裁判所でやってるっぽいんですけど、問題は別にハーバード大学なんか潰れでもいいんじゃね、留学生なんか一人もいなくてもいいんじゃね、研究者なんかいなくてもいいんじゃね、だって俺何の役に立ってるかわからないもんっていう人がアメリカだと多数派なんですよ。自分がスーパーに行ってご飯を買うとかで鶏肉とか野菜とかっていうのは作ってる人がいて、こういう農家がいるんだろうね、車工場で作ってるよねとか分かるんですけど、インフラの技術、道路工事をする人たちの道路というのはコンクリートどういう成分で、建物とか橋とか作る時もじゃあ構造というのはどういう形で金属を入れて、じゃあコンクリートを何%にしてこの形状であれば耐えられるけどこれ以上だったら耐えられないっていう、その重量計算だったりとか、構造物というのはこうやって組んだ方がいいよねとかっていう工学の博士とかがずっと考えて研究して、その結果というのが社会のインフラとして成立してるんですけど、これが全く分かってない人が多数派であるっていう。だからその政治家いらないよねみたいなのも同じ話で、自分の見えないものは必要ないっていう風に思ってしまうっていうのが結構珍しい時代になってるんじゃないかなと思って、100年200年前になってくると自分の見えないものというのは神様がやっているものなので分からないけれどもきっと何かあるのだろうという考え方を昔はしてたんですよね。雷というのがなぜ落ちてくるとかって500年前とかと分かってなかったんですけど、これはどうやらこういうことだよねとか、でもなんか自分は分からないことでもきっとでもこれはリスペクトした方がいいよねみたいなのが割とその研究者とか学者さんに対するリスペクトっていうのがあったんですよね。例えば液晶のパソコンとか皆さん使ってると思うんですけど、今 LED かな、 LED とか液晶とかってどうやって作るのっていうのを明確に言える人ってほとんどいないと思うんですよ。液晶のパソコンって中村先生っていうカリフォルニアのサンタババラ港に行っちゃった人が青色の発光ダイオードを作ることによってようやくカラフルな LED が作れるようになったんですけど、じゃあそれがなぜ作れるようになったかとか、じゃあ LED って何なのとか、
か知らないでこんなもんなくてもいいよねって思っちゃってる人いるんですけど、でもそのおかげで IT がいろいろになって行政コストとかもその IT の仕組みによって安くなったりとかっていういろんな恩恵を受けてるんですけど、そこら辺のその研究者というのが分からないからなくてもいいよねっていう、本当に自分の身の回りのことだけで物事を判断する人っていうのがアメリカで多数派になっているとして、日本もそろそろその割合増えてるんじゃねって気がするんですよね。反ワクの人たちとかで結局そのどういう被害があってワクチンが普及した以降というのは劇的に死者が減ってるよね。例えばワクチンのなかった時代ってインドで1週間で10万人死ぬとかっていう時代だったんですけど、今別にコロナで何万人も死なないじゃないですか。っていうのでワクチン普及以降は突然何万人も死ぬとかがなくて、やっぱりあれは効果あったよね。ただ心筋症になって副反応で亡くなってしまった人もいるよねとかっていうレベルのあるんですよ。10万人に1人ぐらい注射器の針を刺すだけでショック症状で呼吸が止まってしまう人みたいなのもいるんですよ。コロナワクチンを1000万人とかに打ったらそれはそういう人が10人100人出てくるよねって話で、なので別にコロナワクチンが起こしたわけではなく注射器でそういうことになる人がいるよねとかいうのも分からず、コロナワクチンは人を殺すんだみたいになっちゃって、コロナワクチン中止になってないです。今でもありますよ。そう、迷走神経反射というやつで、なのでそこら辺のそのどういう事実があってそれによって起こるかというのがメディアが文系だらけこれあるんですよね。子宮頸がんワクチンってオーストラリアだとほぼ 100%、99% ぐらいの人が受けていて、で確かねもう5年ぐらい子宮頸がんで亡くなる人いないんですよね。子宮頸がんって子宮頸がんワクチンを打つと防げるんですよ。9価とか6価とかあるんで全部がカバーされない前でたまになってしまう人ってもいるんですけど、子宮頸がんって人の命を救うよねというのが他の先進国の中では結構常識になっていて、逆にその子宮頸がんというのを良くないと思い込んでいる先進国の国がどのように被害者を増やしていたかっていう研究対象として日本という国が選ばれてるんですよね。子宮頸がんというのをある種そのみんなが受けられるようにして子宮頸がんの患者がどんどん減った時期があるんですけど、でその後に朝日新聞とかが子宮頸がんは危険なんだとか子宮頸がんのワクチン打ったせいでこうなったんだみたいな裁判を始める人たちっていうのがいて、子宮頸がんのワクチンを打った結果そうなったという証明はできないんですけど、思春期の女の子とかって体が思うように動かないっていう人って出てきたりするんですよ。それはうつ病になる人が体が思うように動かないとかっていうのも当然で、なのでそういう症状があった人がこれは子宮頸がんのせいだって言って裁判始めたんですよ。で裁判では負けたんですけど、結局メディアで子宮頸がんのせいで車椅子になりました。でも確かね車椅子の人なはずなのに応援団に行って旅行に行ってたりとか、裁判に行く時は車椅子なんだけどあれ普通に旅行に行って歩いてねみたいなっていう人だったりする。まあ置いといてっていう感じで、結局ただそれがじゃあ本当に子宮頸がんのワクチンが役に立つのかどうかとか、副作用副反応というのは子宮頸がんのおかげでなったのかというのが庶民は理解せずに、結果としてなんか怖いんじゃねっていう雰囲気で子宮頸がんを打たないという、行政としても積極的に推奨しないという形になってしまって、で余計子宮頸がんの患者さんが日本だけ増えてるっていうを人体実験してんなっていう、これねその因果関係をちゃんと理解するっていうのをやらない人が増えてる気がするんですよね。これが教育の敗北と呼ぶのか人類の揺り戻し的なものなのかわからないですけど、死にたい人は別にご自由にどうぞだと思うんですよ。無効権っていうのあるので、タバコを吸って健康を悪くして死ぬとか酒を飲んで健康を悪くして死ぬとかは好きにやればいいんじゃないのって話なんですよ。ただ判断の時にこれは役に立たないよねと嘘を言ったりとか、このワクチンのせいでこうなりましたってデマを新聞とかメディアが流すというのは僕は良くないと思うんですよね。実態としてこういうものですよ、でもそれでもこの薬を飲みたくないのであればご自由にどうぞ。風邪薬ですよっていうのがあって、風邪の症状を緩和しますよ。風邪の症状を緩和したい人は飲んでください。別に俺は風邪の症状なんか我慢するんだとかバンバン咳をして生きていくんだっていうのであればもうご自由にどうぞっていう話なんですよ。でただそこが風邪の薬を飲むと死ぬかもしれませんよみたいなことを言い始めると、いやそれは風邪の薬のせいで死ぬわけじゃないよ、たまたま突然死をする人とかがいるだけで、それは風邪薬のせいではなく突然死をする人が風邪薬を飲んだだけじゃねえのみたいな話とか、コロナの時もあったんですけど、コロナのワクチンを打った後1週間後とかに死んでしまう高齢者というのが毎月
数百人ぐらいいたんですよね。コロナのワクチンを打った1週間後に数百人死んだって聞くと、そのコロナのワクチンってとんでもないことなんじゃないかっていうふうに思いがちなんですけど、よーく考えてください。コロナのワクチンを打たなかったとして、日本人というのは月にだいたい10万人近くかな、5万人とか死んでるんですよ。寿命で、そもそもの人間というのは、高齢者の人は毎月5万人とか6万人とか死ぬんですよ。毎月10万人ぐらい死んでるかな。10万人ぐらい死んでるんですよ。なのでそうすると、コロナのワクチンを打った1週間後に寿命が来る人も当然いるんですよ。これ逆にコロナワクチンを打って1週間以内に誰も死ななかったら、コロナのワクチンは寿命を延ばすというものすごい夢の薬なんじゃないかって話になっちゃうんですけど、残念ながら夢の薬ではないので、コロナワクチンを打った後に寿命が来る人も当然いますよねっていう話なんですけど、これを理解できない人っていうのがいて、コロナワクチンを打って1週間後に死んだ人がいるんです。それはいるだろうね。毎月人は死ぬんだからっていう話が、なぜかコロナワクチンのせいで死んだっていう、死ぬ予定の人がコロナワクチンを打とうが打つ前が死ぬよねって話なんですよ。でもこれをコロナワクチンのせいで死んだって思って、でこれが正義のために死のワクチンを防ぐことが社会のためなんだって言って、正義のために一生懸命間違ったことを喧伝してる人たちっていうのもいたりするんで、やっぱ義務教育ってなかなか難しいよねって話なんですけど、夢の薬だったらいいんですけどね、この薬を打ったら1週間誰も死にませんみたいになればいいんですけど、そういうものではないと。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。